こんにちは、ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。先日ですね、YouTube の登録者数が1000名を超えまして、これも皆様のおかげです。ありがとうございます。何かできることはないかなといろいろ考えてたんですけれど、20年以上、この仕事を続けてきまして、常日頃からいろんなネタですとか、面白い出来事とか、そうですね、例えば、某有名メーカーが、こんなことをしていたよっていうような、こととかいろいろあります。で、ジンギター工房の、私のホームページの方ではいくつかご紹介はしてるんですけれど、それでは追いつかないぐらいの、面白いことっていうのは日頃ありますので、そういったものを、この動画でお話ししていきたいなと思っております。また例えばネック調整ですとか原稿調整ですとか簡単な修理のやり方、それから例えばこういうケースではこういうような修理の仕方をしますよっていうようなことを、お話もしていきたいと思います。質問とリクエストも受け付けておりますので、もしよろしければ概要欄からリンクを貼っておきますので、よろしくお願いいたします。はい、では、記念すべき第1回なんですけれど、コントロールパネル、バックパネルですね。バックパネル。皆さん、ギターの裏側を見ていただくと、ポットとかそういう部分が入ってあるところにはパネルがこうパコッとはまってますけれど、そのパネルをですね、外してみると裏側を見てみますとアルミ箔が貼ってあることがあるんですね。でそのアルミ箔が貼ってあるっていうことはいいことなんですけれど、実はそのアルミ箔自体が、アースに落ちていないと、つまりマイナスアースと同通していないと全く無意味ですよっていうお話です。ちょっと絵を描いてみたんですが、空間にはノイズがいろいろあります。蛍光灯のノイズなんかはいい例ですよね。ジーとかっていう音がしますけれど、人間の体もそうですけれど、ギターの金属パーツっていうのは、全てマイナスにつながってます。マイナスイコールアースっていうふうに考えていただければいいんですが、人間の体とかギターの金属パーツが、受け取ったノイズがアースに落ちることによって、そのノイズの G っていう音は、消えてなくなっちゃうんですね。っていうふうに考えていただければいいんですが、で、先ほどのコントロールパネルの話になりますけれど、せっかくアルミ箔が貼ってあったとしても、そのアルミ箔の部分がマイナスにつながってないと、どういうことが起きるかって言いますと、要はアルミ箔っていうのは、ノイズを集めるアンテナなんですね。なのでそこがアースに落ちていないっていうことは、せっかくノイズをガードするために、バックパネルの裏にアルミ箔が貼ってあるんですけれど、ノイズをガードするどころかノイズを集める役割、悪者になっちゃうんですよね。なので韓国製とか中国製に割と多く見かけるんですけれど、メーカーのもう要はだから完成品であっても普通にコントロールパネルの裏側のアルミ箔がアースに落ちていないっていうケースはよく見かけますね。なんでしょうね、多分だから製造工程の管理している人というかが単にコントロールパネルや、バックパネルの裏にアルミ箔を貼ってあればそれが、ノイズを軽減する役割なんだっていうふうに思ってる方がいるんだと思います。要は電気の知識をよく理解していない方が
それで OK にしてしまうということですよね。じゃあ、コントロールパネル、バックパネルの裏のアルミ箔がアースに落ちていない場合にどうするかって言いますと、このようにですね、銅箔テープを貼って、その銅箔テープにハンダ付けをして、コードでポットの背中に落としてやります。でちょうどネジ止めのところにですね、銅箔テープがありますので、ネジでこうギュッと押し付けられるんですね。でバックパネルのアルミ箔と導通が得られるっていう、そういう仕組みですね。ちなみにこれは、SAR のバックパネルですね。このように銅箔テープが、バックパネル一面に貼られてまして、で中は導電塗料、銅タイトが貼ってあり塗布してあります。でこのように、ここに銅箔テープが貼ってありますね。でここで導通を取ってるっていうことですね。ということで、もし機会がありましたら、ご自身のギターのですね、裏側にパネルがあればパネルを取り外してみて、それがちゃんとアースに落とされているのか、要はマイナスアースと導通が取れているのかどうかを確認することをお勧めいたします。ついでなんですけれど、ちなみにこれはですね、フェンダーのストラトキャスターですね、70年代かな。一見してみるとこのように黒い塗料がついてます。でいかにもというふうに導電塗料が塗ってあるよっていう感じで、ネジ止め配線が見えますね。これですね。ところがですね、これをよくよくチェックしてみますと、これ今導通があるのを確かめたところですね。テスターのプラスマイナスを接触させるとちゃんと導通がありますということですね。で黒い部分、導電塗料かなと思ってつけてみたんですけれど、テスターを全然導通がないんですね。で、たまたまここの部分に関しては導通がないのかなと思って、いろいろ他の部分も確かめてみました。これはピックアップキャビティの部分なんですが、テスターの棒を導電塗料と思わしき部分に接触させて調べてるんですけれど、これまたやっぱり導通が全くないんですね。で念のためですね、スクレーパーで表面の塗料をあえてこう剥がしまして、ガリガリと。で下の層の黒い部分を露出させて、それで調べてみました。さあどうでしょうか。やっぱり何にも反応がないんですね。こういうケースも実はたまに見かけますね。いかにも導電塗料が塗ってあるよっていうふうにキャビティの中が全部黒い塗料で塗られてるんですけれど、チェックしてみると単なる黒い塗料なんですよ。全く導通がない、導電塗料ではない、銅タイトではない単なる黒い塗料が塗られてるっていうケースもよく見かけます。なので、今ご紹介したフェンダーの、USA のストラトですね、これ70年代ですけれど、こういうふうに一見すると銅タイトが塗られてるんだっていうふうに思っちゃうんですけれど、よくよくテスターで調べてみると単なる黒い塗料だったっていうのもよくあることですね。はい、以上になります。お楽しみいただけましたでしょうか。普段ですね、お客さんといろいろ話すんですけれど、こうやってカメラに向かって喋るっていうのは非常に難しいですね。何気に2、30回撮り直しています。本数を重ねていけば慣れるとは思うんですけれど、
また今後ともよろしくお願いいたします。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。